今回は高野豆腐で作る低糖質パンの作り方をご紹介します。前回ご紹介した高野豆腐クッキーをたくさんの方に喜んでいただけたので、今回はパンにしてみました。リクエストをいただいたレシピや前回の高野豆腐クッキーの補足もご紹介していますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずオーソドックスな食パン風のレシピをご紹介します。高野豆腐を50度くらいのお湯で戻します。温度は正確に測る必要はありませんので、指を入れてお風呂よりやや熱いくらいを目安にしてください。水で戻すと20分くらいかかることもありますが、ぬるま湯で戻すと数分で柔らかくなります。3分から5分くらい置き、高野豆腐の中心が柔らかくなっていれば OK です。水分を絞りきるようにしっかりと絞りましょう。この絞り汁にも高野豆腐の栄養が少し残っていますので、余すことなく使いたい場合はお味噌汁やスープにするのがおすすめです。高野豆腐を3枚にスライスします。難しい場合は2枚スライスでも問題ありません。2枚スライスだと厚みが出て高野豆腐感が残りやすいですが、柔らかい方が好みの方にはおすすめです。3枚から4枚スライスはクッキーのようなサクサク食感が楽しめます。失敗しました。あとはトースターで焼くだけです。180度で5分ほど焼きます。バターを塗るとよりカリッとして綺麗な焼き目がつきます。バターなしで焼くとあまり焼き色はつきません。バターを塗ってから焼くとこのような焼き色がつきます。以前砂糖を使わないあんこの作り方をご紹介した際に、この高野豆腐トーストも登場しましたが、視聴者さんからもとても好評でした。あんこなど糖質のあるものをいただくときは、食パンの代わりに高野豆腐トーストを選ぶと糖質の摂りすぎにならずに全体のバランスが取りやすくなります。今度は以前の動画でご紹介したクリームチーズを塗っていきます。高野豆腐特有の風味はほとんど感じないので、いつものトーストと同じようにバターやジャムを塗るだけで美味しくいただけます。次はボリュームサンドを作ります。以前の動画でご紹介したキャロットラペを具材にします。パンをかぶせたらラップできっちり巻いていきます。ラップで包むことで食べやすくなり、お弁当など持ち運ぶ際にも便利です。次はハムサンドを作ります。吸収の良い動物性タンパク質もプラスします。こちらもラップできっちり巻いたら完成です。ラップごと切ると断面もきれいになります。ボリュームサンドは具だくさんなので栄養満点です。1個で十分満足感があり、腹持ちも良いです。ピザトーストもおすすめです。ケチャップやお好みのピザソースを塗ります。
玉ねぎ、ピーマン、ハムやトマトなどお好みの具材をトッピングします。最後にチーズをのせます。動画では焼いた高野豆腐にトッピングをしてからもう一度焼いていますが、最初に焼く工程は省略していただいても大丈夫です。先に一度焼いておくと高野豆腐トーストがカリカリになりやすいので、食感重視の方は最初に焼く工程を入れてみてください。焼き上がりました。焼く前の状態で冷凍保存もできるので、作り置きしておけば朝は焼くだけ。忙しい朝でも手軽にタンパク質をしっかり摂ることができます。次は前回の動画でリクエストをいただいたフレンチトーストを作ります。お鍋やフライパンに牛乳を 200ml 入れます。お砂糖などお好みの甘味料を大さじ1。最後にメープルシロップなどをかける前提の甘さ加減なので、最後に何もかけない場合はお砂糖を大さじ2から3に増やしてください。火にかけてお砂糖を溶かします。火を止めたら高野豆腐を2枚入れて牛乳を吸わせます。途中で一度裏返しましょう。バットやボウル、深さのあるお皿などに卵を割り入れます。卵は小さめのもので十分です。大きい卵しかない場合は半分だけでも足りる場合もあります。よく混ぜておきましょう。5分ほど置いて高野豆腐がしっかり牛乳を吸ったら、残った牛乳を卵液に加えます。牛乳の量は高野豆腐の大きさによって多少異なりますが、残りが少なくても問題なく作れます。高野豆腐を浸していきます。裏返して表面にフォークで穴を開けておくと、卵液が中まで染み込みやすくなります。10分ほど寝かせたら再度卵液を両面に絡ませましょう。フライパンにバターをなじませます。脂質が気になる場合はバターは使わなくても問題ありません。あとは両面を焼くだけです。火加減は中火と弱火の間くらい。余った卵液は一緒に焼いてしまっても大丈夫です。今回は後ほど使いたいと思うので取っておきます。片面が焼けたら裏返して焼きます。フライパンの側面に当てるようにして外側も焼いていきましょう。余った卵液で簡単なカスタードクリームを作ります。卵液の量は卵の大きさなどによって多少異なりますので、余った卵液と同量の牛乳を加えて調整してください。豆乳でも代用できます。今回は卵液が 30ml 余ったので牛乳も 30ml 入れました。牛乳をプラスした分、お砂糖を小さじ1加えます。米粉や小麦粉を小さじ1入れてよく混ぜます。卵液と牛乳が 100ml くらいあったら小さじ2杯入れてください。
フレンチトーストを焼いたフライパンに焦げが残っている場合は取り除き、そのまま同じフライパンに入れ、弱火にかけます。火にかけながら混ぜていると、だんだん固まってきます。固まってきました。よく混ぜていきましょう。味見をしてみて甘みが少ないと感じた場合は、お好みでお砂糖を小さじ1加えてください。このくらいとろっとすれば OK です。即席カスタードクリームの完成です。こちらをメープルシロップ代わりにいただきます。フレンチトーストと相性も抜群です。早速いただいてみます。こちらの高野豆腐フレンチトーストは私自身好きな食べ方ですが、お好みによって評価が分かれるレシピかもしれません。その理由は食感がもろに高野豆腐だからです。食パンで作るフレンチトーストを想像して食べると、とろっとした食感とは異なるため、その違いから好みに合わないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。フレンチトースト風の高野豆腐という感覚で召し上がっていただければ、タンパク質やカルシウムを手軽に補えるおやつとして楽しめると思います。一方、薄くスライスして作る高野豆腐トーストは、高野豆腐特有の食感や風味はほとんど感じません。ピザトーストやバタートースト、サンドイッチなど、いろいろなアレンジで美味しくいただけると思います。焼く前に一口サイズに切って、クラッカーのようにいただくのもおすすめです。最後に、前回の動画で多くいただいたご質問にお答えします。油を入れなくても作れるかというご質問です。油を使わなくても作れますが、いくつかポイントを押さえていただくと、より上手に仕上がります。ポイントはできるだけ薄くスライスしていただくこと。これだけでサクサクになりやすいです。油を使っていない分、お砂糖が馴染みにくいことがあるため、メープルシロップなどの液体の甘味料の方が馴染みやすいと思います。油が入っていない分、焼き色は少し薄くなりますが、このように問題なく作ることができます。瓦せんべいのような素朴な甘さが楽しめます。薄くスライスすることで水分も飛びやすいので、油を取りたくない場合は油なしでぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。